ようございます。今日は、じゃーん。昨日届いたばっかりの α7-4。こいつをちょっと使って早速撮影をしようと思ってます。で、昨日の夜いろいろ設定をいじってたんですけど、私は α7-3 からのアップデートというかアップグレードユーザーでして、多分何よりもこれ絶対やっといた方が良さそうだなって思った設定が、このセットアップオプションのアンチダスト機能。これ絶対電源オフ時のシャッターっていうやつオンにしておいた方がいい気がしてます。これ電源オフした時にセンサーの前についてるシャッター、膜みたいなのが落ちて、センサーが汚れないようにしてくれるみたいなものなんですけど、これ α7-4 からついた機能なのでぜひオンにしたいところ。あと、動画のテストをしてて思ったのは、この電源オプションの、これ、自動電源オフ温度。これおそらく α7S3 とか使ってる方はもう、なんかおそらく常識みたいな感じなのかなと思ったんですけど、標準にしとくとすぐ高温の警告表示が出ちゃうので、動画撮るときは必ずこれ高にしといた方が良いと思います。ほんの数分ぐらいですぐ警告が出ちゃってたので、ちょっとその他の設定は何か機会があればご紹介できればなと思います。で、カメラの装備は、このゼンハイザーの MKE200 を、前後逆につけて、レンズはちょっとソニーのレンズせっかくなので一緒に買えばよかったんですけど、今せっかくタムロンさんから2875の F2.8、第2世代のレンズをお借りしているのでこれをつけて、で、ND フィルターは前小笠原に行くときに買ったホラープロのピーター・マキノンエディションのバリアブル ND フィルター。これでちょっと今週末は撮ってみようかなと思ってます。昨日の夜いろいろテストしてたんですけど、なんかこんなにうちにマイクあったっけなっていうぐらいマイクがありまして、これ買ったものの正直ほとんど使ってないソニーのワイヤレスマイク。で、このデイティの D4 ミニは結構気に入っててちっちゃくて、ほら、ちっちゃい。なんですけど、このマイクやっぱり風防をつけないと結構息の音がブホって入っちゃったりするので、風防がね、ただちょっと大きいんですよね。もふもふで可愛いんですけど、ここにつけると結構なボリュームになっちゃうっていうのが若干難点。で、これソニーの ECM-B1M かな。結構前から持ってる。一番最初に買った多分マイクなんですけど。これはいいんですけど、意外とここにつけると高さが出るっていうね。で、α7-3 の場合だと、液晶がバリアングルじゃなかったので、結構撮るとき、顔の前あたりに構えることが多くて、私の場合、ちょっとあんまり身長がないこともあって、このマイクの真後ろから喋るような感じにどうしてもなっちゃうんですよね。そうすると、あんまり音がちゃんと取れないっていうね。で、これはちょっとやっぱ、この仕組み的に、ここが端子になってるので、前後逆につけることもできないというので、
まあすごいいいマイクなんですけど、私にはやっぱこの MKE200 が合ってるのかななんて思っております。そして昨日本当に初期設定してて焦ったのが、この SD カードの蓋の部分、これ全然開かないんですけどって思って、多分 α7S3 とか使われてる方は普通というか、もうこの仕様になってるのかもしれないんですけど、α7-3 だとここをパチってやるだけでもロックが解除されて、ちょっとこう SD カードスロットのここの蓋の部分が開くような感じになってたんですけど、これはカチッというか、これをオープンのこのスイッチを下にやって左に引いてようやく開くっていう。いや、ちょっと、あれ初期不良かなって本当焦りましたね。はい。なので、α7-3 ユーザーの方は、ご注意を。というか、私だけかな、これ。で、ちょっと CF エクスプレスカードを買うの忘れちゃったので、今回は、このスロット1にサンディスクの一番早い SD カードを、これ写真用にして、スロットに、1に、プログレードの 256GB。これも一番早いやつ。これを動画用に入れてみてます。ちょっと CF エクスプレスカードを買わないとダメですね。で、設定で、スロット1に写真というかスチルを保存。で、スロット2の方に動画が保存されるように設定してみてます。で、今日はこれから出かけるんですけど、めっちゃいろいろ持ってきます。ちょっとインターネットのない環境にインターネットを導入できるかどうかという実験をしようと思っております。ではでは、出発かな？よいしょ。一旦ランチです。残念、持ち帰るのみでした。残念でした。持ち帰りは冷凍のみみたいです。ちょっと雪でうちの車は走れなさそうなので、鹿沼でレンタカーに乗り換えます。よし、乗り換え完了。よし、レッツゴー。よーし。餃子を求めて3000里。そして、まさしの駒入店に来ました。お持ち帰り餃子を買って車内で食べます。じゃーん、まさしの餃子。パカッ。おー、美味しそう。本当は水餃子食べたかったけどしょうがない。
やでもすごいね。多分一晩でこれだけ積もったってことだよね。よし、到着。すごい雪だ。普通に雪降ってますわ。寒っ。なぎさやコンコン。今回はトライ YMAX で YMAX のホームルーターを借りて、ここにインターネットがつながるか、インターネット環境を構築できるかのテストをするのです。グラス割れてない。割れてない。この YMAX のホームルーター、いろいろこの建物の中で電波が入る場所を探した結果、ここが一番電波が良いらしいんですけど、それでもやっぱりかなり弱い。もう全然入ってないね。そこで登場したのが、なんだこれ即席パラボラアンテナを作ったらしい。しかもバーベキューグリルの蓋で。これバーベキューしたい時どうすんの油ギトギトになっちゃう。なんかしかもタオルとかいろんなもので支えを作っている。いける。そうすると、本当に、電波めっちゃ良くなってきた。すごい。さっき緑のとこまで行ってたもんね。すごい。そして私はローストビーフを仕込んでおります。あとはちょっとしばらく薪ストーブの上で放置。よし、そしてオマールエビを蒸します。
ワイン。薪を取りに行きます。いやー、すごい雪だな、本当に。映るかな。おー、α7-4 明るい。よいしょ。いやー、次回来た時は雪かきしないとダメそう。よいしょ、危ない。前ホームセンターで買った工事用照明、結構デザインが可愛いんですよね。この細かい枝は結構着火剤の代わりに。はーい。この電気はちゃんとセンサーライトにしてあるんです。まあ薪ストーブはこんな感じで楽ではない。よいしょ。ふう。